福原君への音楽と物語の世界。こんばんは、福原君へでございます。こちらのチャンネルでは音楽にまつわる言い伝えや物語、都市伝説などを語りと音楽と映像を交えてお伝えしていこうと思っております。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいませ。今宵の音楽にまつわる物語は、江戸時代から歌い継がれているわらべ歌、トーリャンセについてです。皆さん、トーリャンセというわらべ歌をご存知でしょうか。トーリャンセ、トーリャンセ、ここはどこの細道じゃという、目をつぶってうずくまる子供の周りを手をつないでこの歌を歌いながらぐるぐる回るっていう遊びなんですけれども、なんだか少し不思議で怖い歌だなぁなんて思いますよね。なぜこの曲が作られたのか、いろいろな説があると言われております。一番よく言われている説は、口減らしについて歌われている曲という説です。口減らしというのは経済上の理由から昔養う人数を減らすために年寄りや子供を山や神社へ捨てるという風習がありました。この曲は江戸時代中期以降の増税や飢饉があった時期に作られたと言われています。その時代の農民の生活は非常に苦しいものでした。なのでそうせざるを得なかったんですね。食べるものがなく7歳まで生きることが難しい中、7歳に満たない子を山奥の神社に捨てるということも多かったようです。歌の中に出てくる天神様は菅原道真のことを言っています。埼玉県川越市にある三吉野神社のご祭神なんですけれども、ここはトーリャンセの発祥の地とも言われている神社です。昔、三吉野神社は川越城の中にありました。門番が入り口にいて、お城の中に不審者が入らないように参拝者を取り締まっていたそうです。その様子が歌われているとも言われています。人気のない田舎の神社の門番、子を捨てに来た少し焦り気味の母親とのやりとり、そんなことが歌われているようですね。行きはよいよい、帰りは一人なら容赦しないぞという警告の歌とも言われています。トーリャンセ、トーリャンセ、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ、ちっと通してくだしゃんせ、御用のないもの通しゃせぬ、この子の7つのお祝いにお札を納めに参ります。行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらもトーリャンセ、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 ト
トーリャンスにまつわる物語と音楽、いかがでしたでしょうか。ちょっとゾクゾクするような怖いお話でしたね。また次回も見てもらえたら嬉しいです。音楽と物語の世界第2回目は、中世ヨーロッパで歌われていた歌曲、エリザベス女王の美しさを歌ったと言われているタイムスタンズスティルについてお話ししていきたいと思います。中世ヨーロッパってどんな時代だったんでしょうね。私はこの時代の音楽が好きなので、想像するだけでワクワクしちゃいます。今日はタイムスリップして、ちょっとその時代を覗いてみましょう。あら、とても素敵なお城ですね。ここはイギリスのとある王宮。当時はたくさんの音楽家がいました。ジプシーや宮廷音楽家、そして酒場ではリュートを気軽に弾きながら皆で酒を飲み歌い、そんな楽しい時間を過ごしていた時代でした。中でも特にこの時代に有名だったのは、リュート奏者であり作曲家であるジョン・ダウランド。彼の作る曲はとても素晴らしいものでした。瞬く間にその噂は王宮に広まり、彼はイングランド王ジェームズ一世およびチャールズ一世の宮廷リュート奏者を務めたのだそうです。彼はそこで当時のエリザベス女王に出会います。彼女の美しさに心を奪われ、この曲が誕生しました。タイムスタンズスティルというのは時が止まるという意味。こんなことが歌われています。彼女の顔をじっと見つめていると、まるで時が止まったような感覚になる。何時間も何年も周りのすべてが変わっても、彼女はずっと同じ美しさで、その瞳に心を奪われる。ジョン・ダウランドはエリザベス女王に密かに叶わぬ恋をしていたのかもしれませんね。
さて、タイムスタンズスティルいかがでしたでしょうか。とても綺麗な曲ですよね。私もリュートを弾くんですけれども、とても柔らかくて優しい音が出る楽器なんです。皆さんにぜひ一度は聴きに来ていただきたいななんて思います。音楽と物語の世界第3回目は、伝統的なイングランド民謡ロマネスカと呼ばれる個室低音の旋律を持つグリーンスリーブスについてお話ししていきたいと思います。グリーンスリーブスというと、私は小学校の音楽の時間で初めて聞いたように思います。とても悲しげなんですけれども美しい曲ですよね。グリーンスリーブスは緑の袖という意味なんですけれども、イギリスでは緑の袖は娼婦の象徴とも言われているそうです。そしてこの曲は原曲の作者が不明とも言われています。なんともミステリアスですね。いろいろなことを想像しちゃいますね。グリーンスリーブスについて調べているうちに、ある物語に出会いました。それではグリーンスリーブスが作られたあの時代へタイムスリップしてみましょう。ここはイングランドとスコットランドの国境付近の地域。時代はエリザベス朝の頃、この地域の森の奥には妖精たちの住む村があると言われていました。その村には夜な夜な人が集まり、彼らはそこで癒しをもらっていました。そこにはとても美しい姉妹の妖精がいました。二人はとても仲良しで、いつも一緒にいました。けれどもある日、姉の妖精が言いました。この森の奥には楽園があるの。そう言い残して突然いなくなってしまったのです。何日も何日も待って、悲しみに暮れた妹の妖精は姉を探すべく森の奥へ入っていくのでした。夜の闇に紛れ聞こえる獣の声。今宵は月夜の晩、踊りを踊りましょう。Green sleeves をまとい、あなたは笑ってる。
かがでしたでしょうか。グリーンスリーブス、とても美しいメロディーですよね。この曲は配信販売もされていますので、よかったら福原君へグリーンスリーブスで検索してみてくださいね。また次回も見てもらえたら嬉しいです。今宵の音楽にまつわる物語は、初めて宇宙空間で流れた曲と言われていますFly Me to the Moon についてお話ししていきたいと思います。数々のアーティストに歌われてきた Fly Me to the Moon ですが、フランク・シナトラが歌うこの曲の録音テープが人類初の月面着陸を果たしたアポロ11号に積み込まれ、この曲は初めて月への旅の宇宙空間で流れた曲と言われています。ロマンチックですね。それではアポロ11号に Fly Me to the Moon の録音テープが積み込まれたあの時代へタイムスリップしちゃいましょう。ここは1969年7月16日、フロリダ州ケネディ宇宙センターです。これからアポロ11号を打ち上げるべく宇宙センターは大忙し。ちょうどニール・アームストロング船長がアポロ11号に乗り込むところのようですね。手には Fly Me to the Moon のカセットテープが、記念すべきこの瞬間に立ち会えるなんて夢のようです。アポロ11号は人類初の月面着陸を成功させたミッションとして知られています。ニール・アームストロング船長が月面に降り立ったのは7月20日20時18分のことでした。アポロ計画といえばその後も合計6度の月面着陸を成功させていますが、アポロ17号を最後にこの計画は終了しました。このアポロ計画には数えきれないほどの噂があります。一つには資金不足のための打ち切りと言われていますが、アポロ計画中止の裏には別の理由があるとも言われています。アポロ計画で月に向かった宇宙飛行士たちは、月に潜む何者かとの接触をし、これ以上の月面探査は危険と判断され、やむなく中止になったとも言われています。月に潜む何者かとはどんな生き物なんでしょうね。さまざまな宇宙飛行士が月面や宇宙空間で出会った不可解なものの発言をしているそうで、宇宙には私たちがまだ知らない未知の生物がいるのかもしれませんね。ロマンが膨らみますね。Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and line to make a poem sing. With the music and the words I've been playing for you, I have it led to a song. To be sure that you know what I must say, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars.
stormy sea was spread like Jupiter and mud. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship in the door. In other words, praise be true. In other words, I love you. Song and let me think forevermore. You are all I long for, all I worship in the door. In other words, please be true.音楽と物語の世界第7回目は月に行ったうさぎの話。巷では月にはうさぎが住んでいる、月には天女が住んでいると言われていますが、なぜそう言われているのか、こんなお話があります。昔々、猿と狐とうさぎがいました。3匹は人間になりたいな、なるにはどうしたらよいのだろうと考えていました。そこで猿が言いました。そうだ、何か良いことをする、すなわち徳を積めば人間になれるのではないか。狐とうさぎは言いました。なるほど。では毎日良いことをしよう。と3匹は嬉しそうに飛び跳ねています。その話を微笑ましく聞いていた帝釈天が3匹の願いを叶えてあげようと、お腹を空かせたみすぼらしい老人の姿に変わり、自分に何かを施してくれたらこの3匹を人間にしてあげようと思い、彼らの前に現れました。
猿は柿や栗、狐は魚を取って老人に与えることができましたが、うさぎは何も食べ物を用意できませんでした。季節はちょうど冬。うさぎにとって食料を見つけることは難しい季節です。途方に暮れたうさぎは火を起こし、自分をお食べくださいと、そこに身を投じて死んでしまいました。猿と狐は人間になれました。けれども、うさぎはもういません。帝釈天はそんなうさぎを哀れに思い、うさぎにはかわいそうなことをした。この素晴らしい思いに敬意を表して、せめて月の中にうさぎの姿を永遠に残してあげようとうさぎを抱きかかえて天高く登って行きました。その日からうさぎはお月様の中で楽しく暮らしているというお話です。なんとも切ないお話ですね。月を見るたびにうさぎのことを思い出しますね。だから月を見上げるとうさぎがいるように見えると言われているんですね。そんなうさぎさんのことを思って月の歌を歌おうと思います。おぼろ月よ。菜の花畑に入り日薄れ見渡す山の葉かすみふかし春風さ吹く空を見ればゆずきかかりて匂いよし里はの木陰も森の色も田中の小道をたどる人も河津の鳴く名も鐘の音もさながらかすめるおぼろ月よ河津の鳴く名も鐘の音もさながらかすめるおぼろ月よ音楽と物語の世界第8回目は、日本に月信仰を広めるためにやってきたつくよみと呼ばれる一族の巫女である豊洲桐姫とかごめかごめの歌についてお話ししていきたいと思います。前回の
月に行ったうさぎのお話という動画の中で、月にはうさぎが住んでいる、月には天女が住んでいると冒頭で言っていたんですけれども、お次はこの天女にまつわる物語です。それでは豊洲桐姫が日本にいたあの時代へタイムスリップしてみましょう。昔々日本は太陽崇拝の国でした。出雲族というもともと日本にいた一族たちが太陽を神格化し崇めていました。そこへ月信仰を広めようと月読みと言われる一族がやってきました。月読みとは月の満ち欠けを司り、夜の世界を司る神を信仰している者たちです。その中でも名高い一代目卑弥呼の姪にあたる豊洲桐姫という巫女がいました。彼女は太陽信仰と月信仰の共存と平和を願っていました。そしてその思いが通じ、出雲族の多くの民は月信仰に興味を持つようになりました。けれども、それをよく思わない一派の者たちが巫女を殺害しようとしました。彼女は日本の各地へ安住の地を求めて逃げました。その一つにこの神社があります。この神社はかごめかごめの歌と深く関わりのある神社と言われています。豊洲桐姫は逃げながら各地にいろいろな伝説や物語を残しました。天の羽衣のお話は豊洲桐姫の物語の一つだそうです。水浴び中に羽衣を取られて月に帰れなくなってしまうというお話ですね。最終的には椿大社で殺害されてしまうのですが、たくさんの伝説を残していったことで、私たちが今でも月を大切に思う風習は豊洲桐姫のおかげなのかもしれませんね。さて、先ほど出てきたかごめかごめの歌なのですが、この曲も作者不明の謎多き歌なんですね。かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつでやる、夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面誰。この歌の鶴と亀が滑ったという歌詞は、正確には鶴と亀が滑ったという意味で、鶴をシンボルとした権力者、大昔に日本に来た王であるにぎはやひの命と、亀をシンボルとした権力者、もともと日本にいた出雲族の王である大国主の命のことで、滑るという言葉には支配するや一つにくくる、まとめるという意味があります。このにぎはやひと大国主が同時に祀られている場所が京都にあるこの神社。これは昔から日本を支えてきた一族の天部氏系図にも記されているのですが、そのこの神社から後ろの正面に値する場所は一体どこなのか。それは奥宮の真名井神社なんですね。その真名井神社に祀られている神様が豊受の大神になります。なのでこの歌は豊受の大神のことを歌った歌と言われています。そして豊受の大神は一説には豊洲桐姫のことを言っているのではないかなという説もあります。真名井神社に行ってみると、一部の場所に火の神と月の神が密かに結ばれた場所と書かれているところがあるそうです。もしかしたらここは初めて太陽信仰と月信仰が仲良く共存できる楽園のような場所だったのかもしれませんね。なんとも神秘的で大昔の日本の人々の思いが聞こえてくるような
お話ですね。かごめかごめの歌、大昔の人々の息吹に思いを馳せながら歌わせていただきます。かごめかごめかごの中の鳥はいついつである夜明けの晩に鶴と亀が滑った後ろの正面だれかごめかごめかごの中の鳥はいついつである夜明けの晩の鶴と亀が滑った後ろの正面だかごめかごめの歌、いかがでしたでしょうか。まだまだ日本にはとても興味深い伝説がたくさんあります。それはまた別の機会に。福原君への音楽と物語の世界、チャンネル登録、いいねボタン、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。ありがとうございました。おやすみなさい。